はい、こんにちは。例えばね、このような丸い形、こういったのを使って DIY で時計を作ったり、ちょっとした棚などを作るときに脚部の部分、これに丸棒を使ったりするときに円形の中心を出すのって結構難しいんですけど、簡単に円の中心を探すことができる端材とちょっとした金物で作れるこちらのジグ、今回はこれの作り方と使い方、これについて解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにこちらの木材、これは長さはそれぞれ違うんですけど、厚みはどちらも 18mm の集成材の端材、これをベースに作っていこうかと思うんですけど、こちらの端材で作っていくジグ、これと一緒に差し金定規、これを一緒に使っていこうかと思いますので、どちらか一方の木材、これに集成材の長手方向と差し金をぴったり当てた状態で、差し金と同じ幅をトリマーを使って深さが 3mm 程度のしゃくり面を入れていきたいと思います。このような形で一方の木材に差し金定規と同じ幅のしゃくり面の加工を入れてきました。そしてもう1枚の集成材、これと先ほどしゃくり加工を入れたこちらの木材、これのどちらか一方の小口面、それと長手方向の両サイド、これをぴったりと揃えた状態で両面テープを使って仮固定をしていこうかと思います。このような形で2枚の板材、これを両面テープを使って仮固定していきました。そしてこちらの2枚の木材、これが簡単に外れたりしないことを確認して、このようなノコギリガイド、これを使って必ず先ほど入れたしゃくり面、これとこれの逆側、ここの関係なんですけど、しゃくり面の方が短くなるような関係にして斜め45度にカットしていこうかと思います。このようにしゃくり面の方向が短くなるような形で斜め45度にカットしていきました。そしてね、先端の部分、これはどちらでもいいんですけど、あまりね先端が尖っているのちょっと良くないかなと思いますので、適当なところで先端も落としていこうかと思います。このように尖った先端、これも落としていったんですけど、ここの角の部分、これを落としたら仮止めしていた両面テープを外して2つを分離します。そしてそれぞれの木材、これの短手方向、ここの部分に強力接着剤ゴリラウッドグルー、これを使ってそれぞれの短手方向の部分、ここを接着していこうかと思います。このような形で接着剤を塗ってクランプで固定しました。そしてこちらのクランプ、これを締める際にはあまりきつく締めすぎると接続部分、こういったところが浮いたりずれたりする可能性がありますので、きつく締めすぎずに適度な力で固定していきました。そして接着剤がきちんと乾燥して固定されるまで1日置いていきたいと思います。1日置いて乾燥させたらしっかりと2枚の木材が接続されました。そして最初に彫っていたこちらのしゃくり面、これが溝の状態になって、ここの部分に差し金を入れて使っていこうかと思うんですけど、今回はこちらの差し金、これを好きな位置に持っていって簡単に固定できるように、このような金物を使って差し金を固定できるようにしていこうかと思うんですけど、こちらの金物、それと木材の部分、これはねビスなどを使って固定しても全く問題はないかと思うんですけど、ずっと使っていくと金物と木材の間、ここにゴミが詰まったりして掃除をしたりするときに金物を外して脱着ができるように、こちらの折り目ナット、それと鍋型形状のネジを使って
金具の取り付けをやっていこうかと思うんですけど、まずはこちらの木材、これに板の長手方向に対しては極端に上じゃなかったり下じゃなかったらどこでもいいんですけど、3つの穴、これの中央の部分、これが極力溝の真ん中、ここになるような形で右と左左右の穴の部分に折り目ナットが取り付けれるような下穴を開けていこうかと思います。このような形で折り目ナットを取り付けていくための下穴を開けていきました。そして今回はこちらに折り目ナットを取り付ける前に結構ね、鉛筆で描いたりもしましたし、せっかく使うならかっこよく使っていきたいので、サンドペーパーで研磨をかけてオールドウッドワックス、これを使ってかっこよくペイントをしていこうかと思います。このような形でかっこよくペイントをしていきました。そしてこちらの溝の内側、ここにはマスキングテープを貼ってワックスがつかないようにしてたんですけど、実際に差し金を装着して使用していくときに、使用している最中に差し金が滑ったりすると嫌なので、このような厚さが 1mm のゴムシート、これを使って溝の部分に差し金の滑り止めを作っていこうかと思います。このような形で差し金の滑り止めとなるゴムシートを取り付けていきました。そしてこの状態で2箇所の穴の部分、ここに折り目ナットを取り付けていこうかと思います。こんな形で折り目ナットを取り付けて金物、これをネジで取り付けたんですけど、この状態だったらまだ差し金が動いたりしますので、こちらの金具、これを再度外して金具だけの状態にして、このようなナット、これの丸みがない部分、ここに瞬間接着剤、これを塗って金具の真ん中の部分、ここに取り付けていきたいと思います。このような形で穴とナットの部分、これがぴったり合うように瞬間接着剤取り付けて、再度これを木材のジグに戻していって、差し金を入れた状態でこのようなネジ、これを接着剤で取り付けたナットの上から締めていくと、ネジの先端が差し金定規をきちんと押さえてくれて、これで完成です。ではね、出来上がったこちらのジグ、これの使い方なんですけど、真ん中のネジ、これを緩めた状態で差し金を通していってネジを軽く締めていきます。そしてこのような丸い形状、これをジグの斜めにカットしていた部分、ここにぴったりと合わせて、差し金のジグの中央部分、これの延長線に線を描いていくと、線が交わる交点、これが円の中心ということが簡単に出ました。そしてね、2本の線の交点だけだったら万が一作っていったジグの性能、これが悪かったりすると
本当はね、こちらの交点、これが円の中心じゃないっていうこともよくあります。そしてね、これに3本、4本と書いていっても、全ての線が同じ場所で交われば、ジグの性能が高いということがわかります。なので、試しにね、こちらの丸い形、これに2本だけではなくて、もっと線を増やして確認をしてみたいと思います。このような形で何本も線を描いていても同じ場所で交わりますんで、円の中心ってことが分かりますし、自作で作っていったこちらのジグの性能が高いってことが確認できました。そしてね、同じようにこちらの丸棒、これも中心を求めていくと、こんな形で簡単に丸棒の中心も見つけることができます。そしてね、同じようにこちらの斜めの部分、ここにこのような形で板材をはめて、このような形で線を描いて、差し金固定のこちらのネジ、これを緩めてジグのまっすぐした方向、これに差し金を伸ばしていくと、このような形で交点を結んで、板材の短手の中心、これを見つけることも簡単にできました。そしてね、こちらの差し金、これを短い方向、これを刺して好きな寸法に合わせて固定をしていくと、このような木材、これのスタートするところから目標となるところ、ここまでをこのような均一の線も描いていけますし、逆の方向からも均一な線を描いていくと、ビスを取り付ける時などの目印にも非常に便利かと思います。このような形で今回はこちらの正確に円の中心を出したり、このような板に平行な線、こういったのを描いていける端材とちょっとした金具で付けれるこちらのジグの作り方と使い方を紹介していきました。ぜひね、DIY でこういった円を使って時計を作ったり、棚とか作るときに脚部に丸棒を使ったりするときなどの参考にしてもらって、より正確な DIY を楽しんでいただければと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。